んにちは、トラベルライターのゆりえです。今回の動画では香港空港のキャセイラウンジ、 JAL の香港羽田便の様子、最後に香港で購入したおすすめのお土産をご紹介していきます。ぜひ最後までチェックしてみてください。チェックインに行きました。キャセイの方で、チケット予約したのでキャセイのカウンター行ったんですけど、今回の、帰りのフライトは JAL の、コードシェア便なので JAL の方で、チェックインするように言われて、移動してきました。はい、セキュリティ抜けました。ちょっとデューティーフリーを見てからラウンジに行こうかなと思います。久しぶりの香港空港です。こんな風になってるんだろう。
時間なのでゲートに向かいたいと思います。 JAL は、チェックインした時に機内ではマスクしてくださいっていう風に言われたので、マスクをします。そう、今でもなんかやっぱりエアラインによってマスクのルールは違うみたいなので、キャセイはちなみに、アメリカから、香港の便はマスクの着用は、任意でした。はい、それでは登場します。香港の Vlog で、香港で買ったお土産を、ご紹介しようかなと思ってたんですけど、フライトの Vlog の、最後につけ足そうかなと思って、今追加で撮影してます。もうアメリカに帰ってきてしまったので、ちょっと背景がアメリカになってしまったんですけど、はい、香港で、いつも買っているリピートして買っている、お土産とおすすめのものをご紹介できればなと思ってます。いつも買ってるお土産がこんな感じ。まずこれ飴、のど飴、京都って書いてあるんですけど、これは台湾のブランドなんですね。で台湾のブランドの香港製造の、商品です。ここら辺全部同じメーカーのなんですけど、これが、マニングスとか、あとどこだろう、ここ薬局、香港の薬局には普通に
レジ前とかによく置いてあって、他にも味あるんですけど結構漢方っぽい味だったりするので、一番万人受けするのは多分このタンジェリンレモンかなと思って、これは結構ガバッとばらまき用で買ったりしてます。でこれなんか小分けになってて、カンカンのもうちょっと大きい大容量のサイズも売ってます。これがシロップ、喉用のシロップなんですけど、なぜわざわざこれを買うかというと、これね小分けになってて、で喉がイガイガする時とか、あとフライトでなんかこう乾燥して喉がちょっと調子悪いなっていう時とかにこうなんかチューチューしてチューチューっていうのなんかこう、はい、喉を潤すためのシロップで、なんかねこう歌手の人とかもなんか買ってるみたいな感じで、結構こう口コミで見たことがあります。はい、これね、これおすすめです。結構甘いんですけど、ビワが入ってるみたいです。ビワがなぜ効くかはわかんないんですけど、いつも冷蔵庫に冷やしてます。これはでこんな感じで小分けに入ってます。これ初めて見たやつがなんか葛根湯も売ってたので、あんまもともと風邪ひかないので今んとこまだお世話にはなってないんですが、せっかくなのでちょっと気になったので買ってみました。Vlog の2日目でもご紹介したスパイス屋さんで買ったやつがこんな感じになってます。1234、これちょっと負けちゃったんだけどはい、こんな感じでいつも買ってるものをご紹介します。これ一番万人受けするお土産が黒胡椒ブラックペッパーで、こんな感じでもう小分けにした状態でレジ横に置いてあるので、これをよく買ってます。これが10ドルだから170円ぐらい安いですよね。で匂いもしないのでお土産にもぴったりだと思います。これはもう何個か日本で配ってますので、ちょっと1個だけ家用のやつが残ってるのをこれお見せしてます。であとここら辺ちょっと匂いがするんですけど、小分けになってる5スパイスパウダー5香粉っていうの、これこのなんか中華用のスパイスの多分5種類のスパイスが混ざったやつ、結構なんかシナモンみたいな香りががっつりしてます。でこれもなんか有名みたいで、これおすすめってお店の人に言われたやつで、これカレー粉なんですけど、これ小分けパックで、これもすごいカレーのもうこうやってやって分かるぐらいカレーの匂いがします。これ結構匂いがきついので、なんかお洋服だったりとかと一緒に入れると結構匂いがつくかもしれないので、持って帰るときは気をつけてください。これいくらだったっけな、ちょっと調べてキャプションで入れておきます。一番個人的にめちゃくちゃおすすめなのがこの2つ。私も辛いのが大好きなので家で四川料理をやったりするんですけど、その時にいつも使ってるのがこのファーザオ赤い方、これが多分よく日本でも売ってるやつなんですけど、こっちのなんか青い方があるんですね。でこれをお店の人がすごいおすすめしてくれて、一度買ってから毎回これは行くたびに買ってます。こっちの方がちょっと爽やかな感じのなんかしびれはこの青い方で、こっちはもう普通のなんて言うんだろう、もうオーソドックスな四川山椒という感じで、この両方ともミックスして、麻婆豆腐とかあと火鍋とかに入れてます。青い方が15ドルで赤い方が13ドルです。結構量入ってるので1個でかなり持つと思います。はい、コスメ系なんですけど、チャリン、はい、を使ったスキンケアのブランドですの、お土産でよく買うのはこのリップは色ないので、なんか金木犀みたいな香りがする。日本でお土産渡しちゃったので、これ今うちにあるストック用なんですけど、日本では多分売ってないのかな。なのでよく香港のお土産として買ってます。あともう一個最後は、香港のものっていうわけではないんですけど、日本で買えない未上陸コスメで、香港にお店があるのジオーディナリー、これかな、見えるかな、オーディナリー、これは確かカナダのブランドだったかな。で、アメリカとかでも売ってるんですけど、これの、アイテムも日本では買えないけど香港だと、お店があったりとか、あとセフォラ
とかでも確か売ってたはずです。でこのすごい色のこれピーリング、これ結構有名なピーリング、チミドロピーリングとか言っていう名前で多分知られてるやつで、これ結構強めのピーリングなのであんまり顔全体には使わないんですけど、鼻のこの小鼻のとこだったりとか、あとちょっとざらつくところにちょっとこう塗って、少し置いてから流すとかなりツルッとします。これちょっと余分に買ったやつなんですけど、ちょうど香港で、使ってたらなくなりそうだったので追加購入したやつです。これが、まつげ美容液、見えるかな、まつげ美容液です。まつげブローだから眉毛にも使えるそうです。これ結構気に入ってて、なんて言うんだろう、すごいまつげが伸びるとかじゃないんですけど、まつげがね元気になる感じで、ちょっと伸びるかなっていう感じ。ラッシュアディクトとかはこうかなりまつげがこう伸びたっていうのがすごいわかるんですけど、あれ結構まつげが伸びる代わりに細くなるのが気になっていて、それの、補助としていつもこれは使ってます。はい、これもおすすめの、お土産でした。はい、というわけで、香港のお土産以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いできるのを楽しみにしています。はい、それではバイバーイ。